トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズドスタンダードアンプリファイドメタルガルルモンを成型色を生かして筆塗りで塗装していきます。箱はこんな感じ。メタルガルルモンはデジモンアドベンチャーに登場する石田大和のパートナーデジモンであるガブモンからワープ進化によって進化したデジモンで、このキットは2020年7月に発売された比較的新しいキットです。以前作った無限ドラモンと同じシリーズのプラモデルなのできっと出来がいいでしょうね。それでは作っていきましょう。以前作った無限ドラモンの動画が20万再生を超えました。ありがとうございます。無限ドラモンを作っていた時はデジモンアドベンチャーは劇場版しか見ていなかったんですが、無限ドラモンはどんな活躍をしたんだろうとちょっと気になって Amazon プライムでデジモンアドベンチャーの無印一番最初のシリーズをちょっと試しに見始めたところ、あまりの面白さに全編通して見てしまいました。めっちゃおもろいやんデジモン。それぞれ全く違うキャラクターの選ばれし子供たちが協力したり、時には喧嘩したりしながら成長していく様がおじさんの涙腺を刺激してやまなかったです。あと何より音楽がかっこいい。和田浩二さんのバタフライは劇場版でも聴いていてすごく好きな曲だったんですが、何よりデジモンが進化する時のブレイブハートがとってもかっこいいですね。あの曲がかかるだけで涙腺が崩壊するようになってしまいました。これは他のも作ってみたいなと思っていたんですが、ほとんどが入手困難で買えませんでした。しかしなぜかメタルガルルモンだけ見つかったので購入できました。そういえばバンダイからアニメ版準拠のウォーグレイモンとメタルガルルモンが新たに発売されることも発表されましたね。これから他のデジモンもキット化されていくんでしょうか。楽しみですね。さらにそういえば無印に出てきた無限ドラモンって喋るんですね。すごく意外でした。新しいリメイク版のデジモンアドベンチャーコロンでも無限ドラモンが出てきたところだけ見たんですが、一言も喋らなくてこっちの方が僕が想像していた無限ドラモンに近いかなという感じでした。しかしもはや災害という強さでしたね。えげつなくてちょっと引きました。ということで仮組完成。いやめっちゃトゲトゲしてますね。対象年齢15歳以上ということで HG に比べると全体的にシャープな部分が多く刺さりそうなパーツもあります。しかしかっこいい。かなりいかつい顔になっていますね。アニメ版はかなり柔らかい印象がありましたが、このアレンジだとかなり強そう。伏せもできるよ。かわいい。めっちゃかわいい。すごく犬っぽいです。尻尾も動くよ。可動もかなり良くて、この腰の動きもかなり自由度が高いですね。ちょっと腰のところが抜きやすいかなという気がします。肩甲骨の部分もかなり動きます。めっちゃイケメン。犬らしい凛々しさもありますね。それではバラして表面処理を行っていきます。どうもワーガルルモンです。まずはクリアパーツから1000番から1500番までヤスリをかけてゲートを消していきます。フィニッシュプレートでツヤを出して、はい、ピカピカ。完璧ですね。このまぶたのところにゲートがあるのでシャインブレード6でヤスリをかけていきます。ちょっと引っかかりがあるので引っかかりがなくなるまで丁寧にヤスリをかけていきます。まだ引っかかる。これでいいかな。今回は400番から1500番までヤスリをかけて、それからフィニッシュプレートで表面を整えていきます。今回はエアブラシを使わずに筆塗り塗装だけやるということなので、ゲート処理を完璧にここで終わらせてしまいます。サーフェイスアートが使えないですからね。まあテカテカ塗装じゃないんですが、できるだけ
テカテカになるようにしておきます。こちらは曲面追従マスキングテープですね。これを貼り付けて、このメタルガルルモンはアレンジがされていて、鼻筋の横に筋彫りが入っていないので、原作リスペクトということで筋彫りを追加します。筋彫り調光ブレードを装着。曲面追従マスキングテープをガイドに筋彫りを行っていきます。力を入れずにスーッと優しく引くことでブレを起こしにくくなります。ゆっくり焦らず、優しく優しく。ある程度彫れたらテープを剥がしてガイドなしにゴリゴリと削っていきます。いやいや、こちらも優しく優しく。縦のラインを彫り終えたので、ガイドを貼って横のラインも原作通り筋彫りを追加します。ここもあまり力をかけないように丁寧にやっていきます。めちゃくちゃ慎重に彫ってますね。縦のラインからはみ出さないよう力をかけないように。まあちょっとぐらいはみ出したとしても、力をかけすぎていなければ1回や2回くらいのミスであればヤスリがけで消える場合が多いので、ちょっとくらいミスしても落ち込まない。筋彫りをしたことで表面が毛羽立っていたりするので、これをヤスリをかけて整えます。筋彫りに削りカスが入り込んで筋彫りができたかどうか確認できますね。線が二重になってる気がする。ちょっと筋彫りがずれてしまっていたようで、ヤスリをかけたことで筋彫りがブレてしまっていたのが可視化できたようです。もう一度ヤスリをかけたら消えたので一安心かな。襟足がちょっとシャープさが足りない感じだったので、ニッパーでカットして形を出していきます。カットした部分を400番のヤスリから整えてきれいにしておきます。これでちょっとシャープになったかな。この襟足のところの真ん中に合わせ目が来ちゃうんですね。ここがちょっと気に入らない。とはいえ、ここを後はめ加工するのはちょっと難しいので、ニッパーでカットしてそういうデザインということにしようと思います。ニッパーでざっくりと切ってぐるぐるバーで形を整えて、これでそれっぽくなったかな。よしとしましょう。歯茎の部分ですね。パーティングラインがあるので、調光スクレーパーで消してヤスリで整えて、ついでにちょっとヤスリで刃を尖らせておきました。肉球の脇に結構目立つ合わせ目があるんですが、今回は接着剤も使わず処理しちゃいましょう。ヤスリで鳴らしてしまうだけの合わせ目消しです。これだけでも結構目立たなくなりますね。ズボラ。今回は筆塗りで全てを塗装していきます。まずは下出るカラーナルンオイルから塗装していきます。関節部などのメタル系のパーツをナルンオイルで陰影をつけていきます。奥まった部分をより暗くするという感じですね。リードベルチャーをドライブラシで塗装していきます。乾いた筆先にちょっとだけ塗料をつけて、ティッシュに親の敵かというくらいにこすりつけて拭って、上からゴシゴシとなすりつけます。これで立体感がつきましたね。比較してみると差は一目瞭然。次に金色の部分にクリプテックアーマーシェードグロスを塗装します。シェード塗料は基本的に艶消しなんですが、これは光沢が出るシェード塗料です。普通のシェード塗料だと艶消しになってしまい、せっかくのメタリックな成型色の輝きが鈍くなってしまうので、光沢ありのシェード塗料を使うことで光沢はそのままに成型色を生かした塗装にしています。綿棒ではみ出した部分を拭いて、まあ半分汚しみたいな感じですね。ウォッシングという工程になるのかな。筆塗り塗装は経験が少ないのであまり人に解説できるレベルではないんですが、筆塗り塗装も経験を積むことでテカテカ塗装をさらに際立てることができるようになるのではという思いから、今回のメタルガルルモンを筆塗りで塗装することに挑戦しています。
技法は学べるだけ学んでおいた方が何かと便利ですからね。続いてリトリビューターアーマーを塗装していきます。こちらもドライブラシで全体になじませていきます。角の部分に塗料が残ることでちょっと質感が違うというか、圧縮された金の質感のような雰囲気が出せればなとドライブラシしています。あんまり違いがわからんな。アイアンブレーカーを塗装していきます。明るいシルバーの塗料でこれを使って金色の部分にドライブラシをしていきます。リードベルチャーだと暗くなってしまうので、ここは明るいドライブラシでやった方が明るいまま立体感が出せるかなと思ってこのようにしてみました。リードベルチャーで部分塗装をします。首の関節パーツですね。素材の違いを出すために部分塗装してみました。マクラーグブルーも部分塗装します。ここは背中のパーツでシールで色分けされているところですね。これを筆塗りで塗装していきます。シールを貼ってもいいのかもしれませんが、他の部分と光沢の出方が違ってしまって違和感を生んでしまう可能性があるので、今回は筆塗りで塗り分けを行いました。丁寧にやってますね。モールドがしっかりしているのでいい感じに塗れました。ストームホストシルバー、さらに明るめのシルバーを塗装していきます。足の赤い部分がシールでの塗り分けなんですが、ここを筆塗りでキャンディー塗装にできないかなと下地のシルバーを塗装しています。色を重ねて使う前提のレイヤー塗料なので隠蔽力が弱いので2度塗装して、ここでスピリットストーンレッドを塗装します。これは宝石の表現に使う塗料なんですね。それをストームホストシルバーの上に塗って、これでキャンディー塗装にならないかな。なんかオレンジ色っぽいですね。何度か塗り重ねてみたんですが、赤というよりはオレンジっぽかったので、上からブラッドフォーザブラッドゴッドを塗装します。すごい名前だ。これ血のりを表現する塗料なんですが、この塗料が思いのほか赤が濃かったので赤いクリア塗料として使ってみます。鼻の先の赤いポッチに塗ってみましたが、どうでしょう。キャンディー塗装っぽく見えてきたでしょうか。足にも塗ってみましょう。結構濃くなりましたね。赤い感じが出ました。ムラが気になりますが、さっきよりはだいぶマシかな。後ろ足の横にも塗ってみます。結構いい感じに見えますね。下地に塗装したストーンホストシルバーだとスピリットストーンレッドの下地にするには明るすぎたのかもしれません。マジックリンをつけた綿棒ではみ出た部分を拭き取っていきます。タミヤの先細の綿棒も使って細かい部分も拭き取りました。まあいい感じかな。この角のところはアートナイフでカット。成型色仕上げだからこそできる荒技。綿棒でやると余分なところまで溶けちゃいますからね。鼻の赤いポッチの周りはアバッドンブラックを塗装して縁取り、綿棒ではみ出したところを拭き取って、これでいい感じですね。青系のシェード塗料ドラッケンホフナイトシェードを使って墨入れを行っていきます。エナメル塗料での墨入れの方がメジャーだと思うんですが、無塗装のプラモデルにエナメル塗料で墨入れを行ったりするとプラが割れてしまったりすることがあるので注意が必要です。比較してみると陰影がはっきり。ホワイトスカーを塗装していきます。目の塗装ですね。まずは白目を塗装します。慎重にはみ出さないように筆塗りで塗装していきます。縁のところをしっかりと塗って塗り残しがないように丁寧に塗っていきます。一度乾燥を挟んで二度塗りをしてムラがないようにしています。メフィストンレッドを塗装します。メタルガルルモンの目の黒目の部分、虹彩の部分ですね。メタルガルルモンは虹彩が赤いのでそれを赤く塗装します。なんかすごい不安な感じがします。あんまり上手じゃないからかな。アバッドンブラックで瞳孔を塗装します。めっちゃ慎重に塗料を置いてとベタっと塗ってしまわないようにかなり慎重に塗っています。
ちょっと生き物っぽくなってきたような、でもなんかちょっと気持ち悪い気も。本当に大丈夫なんだろうかと心配になってきます。さらにホワイトスカーでハイライトをちょ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 お、いきなり生物っぽくなりましたね。キャラクターっぽさがすごく出てる感じがします。組み立ててみると、これはイケメンちゃん、かなりいいですね。つぶらな瞳、先ほどまでとはだいぶ違います。目にハイライトを入れるのってすごく重要なんですね。取り出したのはメラミンスポンジとメラミンスポンジホルダー。100円ショップで手に入れました。これメラミンスポンジをつまんでるだけの道具なんですが、これから行う手法にぴったり合うなと思って購入しました。アバッドンブラックをメラミンスポンジにちょっとつけて、ドライブラシと同様にティッシュで塗料を拭って、ちょっとだけパーツに塗料を叩くようにつけると、塗料が剥がれたような表現になりますね。チッピングという技法ですね。チッピングをやることで何かがぶつかって塗膜が剥げたような表現ができます。テカテカ塗装ではこういった技法はやったことがありませんでしたが、やってみると立体感が強調されていい感じですね。この技法はテカテカ塗装の時にも使えそうです。クスイガンダムへのコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。その中で一番多かったコメントで、ルルーシュのロボットに似てるとか、サイコガンダムに似てるとか、バンシーに似ているなどなど、カラーリングが他のロボットに似ていてかっこいいというコメントがたくさんありました。特に他のロボットのカラーリングを意識して制作していたわけではなかったんですが、確かに似ていますね。僕も組み上げた時にこれなんかに似てるなぁと思ったのがバステトでした。バステトっていうのはエジプト神話に出てくる神様です。エジプト神話だとみんながよく知ってるのはアヌビスでしょうか。例に上がったロボットの黒と金色のカラーリングの元になっているのはほとんどがアヌビスのカラーリングだと思います。原理はみんな一緒なんですよね。特にバステトは黒と金色にさらに青色が入っているので、それで僕が塗装した薬に似ていると思ったのかもしれません。エジプト神話だけでなく古代の美術品などでも現代のカラーリングに影響を及ぼしているものも多くあるので、そういったところをアイデアの元にするのも面白いかもしれませんね。1周年記念の動画にもコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。データを見ると常連さんがじっくり見てくれたというのがよくわかりました。ありがとうございます。僕の動画をきっかけにキャンディー塗装やテカテカ塗装が好きになったという人もいて非常に嬉しいですね。これからも防毒マスクで健康を保ちつつテカテカしていきましょう。で、汚し塗装をやってる時に言っても説得力ないですね。アイアンブレーカーでさらにチッピングしていきます。アバッドンブラックでチッピングした上にこのアイアンブレーカーでチッピングをするとさらに深く剥げたような、例えば表面の塗装の下に錆止めが塗ってあって、さらにそれを剥がして下地の金属が見えているという多層構造になっているような表現になるかと思います。なので激しく擦れるところを中心にチッピングを行います。意味を考えるとそういうことなんですが、単純に見た目にすごく深みが出る、パーツごとのコントラストが際立つという感じがします。かなりいい感じになりました。ドラッケンホフナイトシェードを塗装していきます。これでほぼ仕上げ。足の先に陰影をつけていきます。シェード塗料の本領発揮ですね。ざっと塗ってから余分なところを綿棒で拭き取って、いい感じ。さらに顔にももう少しコントラストが欲しいなとシェードをかけていきます。何度か重ねて塗装することで深みが出ましたね。かっこいい。すべてのパーツが整いました。パーツを並べて組み立てていきましょう。今回テカテカ塗装なしで汚しのみ、成型色仕上げという新たな挑戦だったんですが、いろいろと学ぶことが多かったですね。そういえば艶消し塗装は行いませんでしたね。完全に忘れていました。汚し塗装では最後に艶消し塗装するのがセオリーのようですが、やらなくてもかっこよく仕上がりました。あと頬のところに01のデカールを貼ろうと思っていたんですが、
思い出したのが汚し塗装をした後、馴染みが悪くなってしまうので諦めました。残念。ということで完成。慣れない汚し塗装でしたが、なんとかなったんではないでしょうか。プラスチックそのものの鈍い光沢も悪くないですね。メタルガルルモンのトゲトゲしいハードな雰囲気がドライブラシやチッピング塗装にぴったり合って、とても立体感のある表現になったと思います。これはテカテカ塗装に取り入れたらさらに良くなるかも。さらに研究していきたいですね。ということで、フィギュアライズドスタンダードアンプリファイドメタルガルルモンを成型色を生かして筆塗りで塗装しました。動画では初めてエアブラシを使わず筆塗り塗装のみの制作でしたが、思っていたよりかっこよくなるもんですね。やってみるもんです。今後のテカテカ塗装にも活かしていきたいですね。クスイガンダムへのコメントでもう一つ質問がありました。光沢塗装は最初から好きだったんですか？はい、最初から光沢塗装を始めました。チャンネルページのバナーにあるサザビー塗装に3ヶ月半かかったんですが、これが僕の初めての全塗装です。いきなり最初から光沢塗装だったんですが、未だにこの光沢を超える塗装はできていません。なんとか超えたいですね。ということで、フィギュアライズドスタンダードアンプリファイドメタルガルルモンの成型色を生かしての筆塗り塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。次もテカテカじゃないかもよ。